紫式部と沢。光る君へに学ぶ日本史。二人の交流と悲痛な別れ。ドラマで紫式部は沢という架空の女性と出会い、意気投合して親友となっている。実際に紫式部には沢と同じような親友がいたのだが、彼女とは悲しい結末を迎えている。紫式部と沢のその後を詳しく見ていこう。紫式部は幼少期から父の藤原為時に教育を受け、当時の女子は習わない漢文などもマスターしている。それだけに彼女は女性を冷めた目で見るちょっと痛い女、世間とちょっとずれた女性に育っている。成人してからの紫式部は清少納言のことを日記でもったいぶった生意気な女性だと批判している。また泉式部については歌はうまいけど常識がないと手厳しい。そのため紫式部にはなかなか忌憚なく心を開いて話し合える友達ができなかったようである。ドラマでは父為時の亡くなった女性の娘として沢が登場する。紫式部は紫式部集と呼ばれる自家編纂の歌集を残しているが、そこに沢と考えられる人物が登場する。紫式部集の前半には紫式部が娘時代に作った歌の数々が収められている。紫式部は幼い頃に母を亡くし、少女時代にも姉を亡くしたと言われる。成人してからは仲が良かった弟信則を、そして結婚して数年で夫の信孝を病で彼女は亡くしている。そのため紫式部集の第一種の言葉書きに紫式部は次のような前書きを書いている。長く会っていなかった古い友達と再会できたのに、わずかに会っただけでまるで月と先を争うようにその人は姿を消してしまったと。そしてこの時の気持ちを彼女は歌にしたためている。巡り合いて三市やそれとも若沼に、雲隠れ西夜の月影。巡り合って見えたのはその人だったかどうか見分けもつかないまま雲隠れした月との出会いのようであった。幼少期から多くの別れを経験した紫式部は紫式部集をしんみりとした歌から始めるのである。紫式部集には和歌と簡単な言葉書きしか書かれていないため、誰に当てた歌なのかわからないことも多い。しかし中にははっきりと状況の読み取れる歌が残されている。その相手が沢のモデルだと考えられるのだが、残念だが彼女の名前はわからない。そのためここでもあえて沢という名前を使うことにする。沢に当てた歌の前には珍しく少し長めの言葉書きが置かれている。私の姉が亡くなり、友人沢は妹を亡くした。そんな二人が出会い、亡くなった姉妹の代わりに互いを姉と呼び妹と呼びましょうと決めた。手紙には姉君、妹君と書いて文通していたけれど、お互いに遠くに
別れることになってしまったという前書きである。早くに姉を亡くした紫式部は沢とまるで本当の姉妹のような交流をしていたようである。家の中だと誰に聞かれるかわからないので、あえて手紙の中だけで姉君、妹よと呼び合って密かに互いの寂しさをなだめ合っていたようである。沢という人物は紫式部よりも少しだけ年上であったようだ。しかしその姉君である沢はある時都から離れることになってしまう。ちょうどこの頃、紫式部も父親の仕事の都合で越前へ転居が決まっていた。その沢との別離の悲しみを紫式部は歌に詠んでいる。北へ行く狩りの翼にことづてよ、雲の上書き書き絶えずして。秋になると狩りは北国に帰っていく。その狩りの翼に頼りを乗せてください。狩りが翼を絶えず動かすように、頼りを書き絶やさないようにという意味である。紫式部は必ず手紙を書くようにと沢を励ました。しかし彼女はといえば、お互いに遠方に離れてしまい、都で会えるのはどれだけ先になることかと嘆くのである。さらに彼女は旅の途中、摂津の国からも手紙をよこした。群れて暮らす水鳥のようにあなたと一緒に過ごせたらいいのにと。何度も届く彼女の手紙を遠く離れた越前で読んだ紫式部は何を思ったことだろう。しかし紫式部はただ、あなたに会いたいと願う私の心は松浦にある鏡の神様がお見通しだと、会いたい気持ちを可愛らしく歌に託している。紫式部は普段は見せない素直な雰囲気を沢とのやりとりだけには見せている。沢とのやりとりはこれらの歌だけではなく、他にもいくつかの歌がそうではないかと言われている。例えば言葉劇につくしへ行く人の娘と呼ばれる女性から贈られたという歌である。西の海を思いやりつつ月見れば、ただに泣かれる頃にもあるかな。遠い西の地に行くことを思いながら月を見上げると、ただ泣けてくるという歌である。そのため相手の女性がつくしの君と呼ばれることもある。沢の手紙に対して紫式部は、月は東から西へと巡っていくではないですか。月に手紙をことづてて、雲の通い道を絶やさず文通を続けましょうと返している。この女性が遠くに行ったということから、相手のつくしの君は姉君だろうとされている。沢はこの頃につくしへ行くことが決まったのか、西の地の遠さを憂いては泣いている。さらに続けて出てくる次の歌にも同じ人物が登場する。奥山里のもみじは赤く染まっている。同じように血の涙で赤く染まっている私の袖を見てほしい。歌の前に置かれた言葉書きには、遠いところへ行こうか行くまいか迷う人が山里からもみじと歌を送ってよこしたと書かれている。
これがつくしへ行く娘、つまり姉君沢であるとするなら、この頃はまだつくしへ行くかどうか迷っている。彼女は霜が降りる頃にもまだ憂いていて、筆が進まないという歌を紫式部に送ってよこした。そんな彼女に紫式部は、筆が進まなくてもぜひ手紙を書いてね。あなたの手紙で私のいてついた心が流せるのだからと彼女は再度慰めている。多くの近しい人々を亡くした紫式部がやっと巡り会えた親友である。さらに姉と妹と呼び合う二人だからこそ連絡が途絶えてしまうことを紫式部は恐れていたのかもしれない。紫式部の生きた平安時代は医療が未発達で、疫病などで人々はあっけなく死んだ。また当時のつくしは治安が悪く、政変に巻き込まれ殺されたり遠くに追いやられることも多々あった。運よく長く生きられたとしても、今の時代のように気軽に旅行に出られるわけではない。一度都を離れてしまえば、どんなに会いたいと願ってもすぐに会うことはできない。特に都に住む紫式部のような貴族の娘ならなおさらである。紫式部は沢との別れは胸がかき乱されるほど辛いことであったはずである。しかし運命には逆らえない。もみじの季節に西の地を思って嘆き、霜の頃には筆も進まないと憂いていた沢も、とうとう遠いつくしへと去っていく。二人はきっともう一度出会おうと約束し合っただろうし、歌のやりとりを続けることも願っていただろう。しかしつくしから来る歌は次第に途切れがちになってしまう。そしてついに沢は遠くつくしで亡くなってしまう。紫式部は認知から戻ってきた沢の親兄弟からそのことを告げられるのである。紫式部と姉妹のちぎりを結び亡くなった姉君沢。二人の密かな交流を教えてくれるのは紫式部が残したいくつかの歌だけである。しかし実は紫式部はそんな沢を源氏物語の中にちゃんと書き残している。多くの女性が登場する物語だが、その中につくしの五節という女性が登場する。その人こそ沢、つくしへ行った姉君をモデルにしているのではないかと言われている。このつくしの五節は五節の舞という祭事の舞を担当した女性だが、彼女は源氏物語の主人公である光源氏とひそやかな交流を持った。しかし彼女の父親が太宰府に赴任することになり、つくしの五節は光源氏から離れ九州へ下校することになる。紫式部は沢を源氏物語に登場させて彼女との思い出を末永く残そうとしたのである。